猫パンチを発動してみようと思います。トリガー使います。いよいよトリガーですね。コトバンクによるとトリガーっていうのは命令ということみたいですね。トリガーを発動すると何かが動くというようなことです。レイヤーを見てみますと、ボディの中にプラス L ハンドっていうのがあります。ここにパンチの手を作っていきます。今プラス L ハンドがレイヤーがグループになっちゃっているので、この L ハンドを選択した状態で新規サブレイヤーをクリックしてサブレイヤーを作ります。今ある L ハンドは普通の状態なのでノーマルとかニュートラルっていう名前をつけます。このグループっていうのがちゃんとレイヤーが分かれてないので、グループをニュートラルのところに合体しました。これで L ハンドっていう独立したレイヤーの中にニュートラルができました。これが普通の手ですね。そしてこの L ハンドの中にパンチ用のサブレイヤーを作ります。新規サブレイヤーを選択してパンチ1、これは日本語でもいいんですけど作ります。パンチ1のオブジェクトを作ります。パンチ1は何もないんですが、このニュートラルのデータをコピーしてニュートラルは非表示にしてパンチのレイヤーにペーストします。コマンド F。 パンチした手にしたいのでオブジェクトを変更します。ニュニュッとちょっと回転させてビヨーンってこうやって作業してる時にいらないところを触ってしまうって時は非表示にしたりロックをかけて選択できないようにするとやりやすくなりますね。腕は止めかな。ささっと進みます。これで OK。 そしてパンチ1のサブレイヤーを複製します。パンチ1を複製、そしてパンチ1のコピーをパンチ2とします。パンチ2の手を変更していきます。パンチ1は非表示にして移動させたり、ちょっと拡大しますかね。拡大縮小で拡大して英数の R で回転になります。中心のところにカーソルがあるのでカチッとしてこういうふうにすると回転します。プラス L ハンドを表示にしてニュートラルを表示にします。分かりにくいのでニュートラルを一番上に移動しておきましょう。次にプラス L ハンドの中にもう一つサブレイヤーを作ります。新規サブレイヤーでパンチの大見出しみたいな感じでプラスパンチというレイヤーを作ります。この中にパンチ1と2を入れます。プラス L ハンドの中にニュートラルとプラスパンチっていうレイヤーができました。プラスパンチの中にさっき作った1と2を入れました。これで保存します。キャラクターアニメーターに移動してみましょう。するとですね、このパネルレイヤーはイラストレーターと同じになっています。ヘッドがあってボディがあります。今作った L ハンド、王冠マークがついていますけれども、この王冠マークがプラスのマークで独立したレイヤーですっていうことなんで、プラスと王冠が連動しています。パンチを選択して右のプロパティのパレットの中にビヘイビアがあります。ビヘイビアの横のプラスのマークをクリックするとどんな動きをしますかっていう選択が出てきますんで、今回はサイクルレイヤー、これを選択します。サイクルレイヤーっていうのは繰り返し動作ということですね。サイクルレイヤーを選んでビヘイビアの中にサイクルレイヤーができました。とりあえずこれでビヘイビアは何もせずにパンチのレイヤーを左にあるトリガーっていうところにドラッグ&ドロップします。するとパンチの項目が出ましたよね。パンチの項目の横にある四角をクリックしてここに何を押せばトリガーが発動されるかっていうことを入れます。ここでは英数の P を入力してみます。これで一度シーンに追加で動きを見てみます。 P を押すとこんなことになりますねパパッと出て消えちゃいますね。
右手もないのでちょっと設定を直していきましょう。黒招き猫のパペットをダブルクリックして設定に戻ります。この王冠のパンチのレイヤーを掴んだ状態でプロパティのパレットのサイクルレイヤーのところの設定をしていきます。すごく早かったのはフレームが1フレームで少ないからパパッと消えてしまったので、このフレームを多めにしてゆっくりにします。サイクルは今1回になっているので、1回押したら1回で終わってしまうので、ここを連続にします。すると押してたら繰り返して動くっていうことになります。上にですね、キーボードトリガーQバージョンってあるんですけれども、この中にグループ内のその他を非表示という項目があります。これはトリガーをしている時にしてないレイヤーも表示しますかっていうことなので、チェックがなければ普通の手も残ったまま二重にパンチするってことになるんで、グループ内のその他の非表示はチェックします。右手が消えていたのでライトハンドは目を表示させて表示にしました。これで新しいシーンに追加を見てみます。 P を押してパンチトリガーを発動してみましょう。英数で P。 おー、パンチというよりはこんにちはって感じですね。もうちょっとパンチっぽくしたいですね。これはイラストレーターの方で描画を変更してみます。キャラクターアニメーターは保存しておきます。イラストレーターに戻りました。ニュートラルは作業のために非表示にして、1の方をもうちょっとスナップが効いてる感じになるといいですね。2、もう1個あったらいいかもしれないですね。レイヤーパンチ1を複製して1のコピーを3にします。猫の手って結構太くて可愛いですよね。こんな感じでどうかな。ニュートラルを表示にしてこれで保存します。キャラクターアニメーターで見てみます。これで見てみたら反映してますね。でもなんかパンチっぽくないな。黒招き猫2のパペットに戻って少しフレームを短くしてみましょう。開始のトリガー時っていうのは割り当てたキーボードを押した時にやりますってことですね。押さない時は普通の状態です。瞬時にすると C に追加して動かした時点でもうずっとパンチするようになるので、これは選んでください。少しフレームを小さくしました。ペンツールに変えるショートカットは英数で P です。ダイレクト選択ツールは英数の A です。交互に頻繁に使うってことがよくあるので覚えておくといいと思います。 P で追加、 A でダイレクト選択ツール。ニュートラルの表示をつけておくのを忘れないようにして保存します。間隔を2ぐらいにしてもいいかな、2ぐらいがいいかなとか、こんな風にちょっとずつ調整していきます。はい、パンチピーピーパンチパンチ、おだいぶいいです。猫パンチ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 。はい、サイクルレイヤーのトリガーの方法について猫パンチとともにお届けいたしました。それではご視聴ありがとうございました。猫像のパンチでした。またお会いしましょう。またねー。じゃあねー。